皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、トランプ大統領の打ち出した政策、アメリカの永住権を得られるゴールドカード制度について解説します。このチャンネルでは主にウクライナ情勢の話をしているので、トランプ大統領の政策に対して私は批判的な解説をし続けています。しかし、良い政策もあれば悪い政策もあるものです。そして、海外情勢を見ていて、これは良い政策だなと思えるものについては、日本も積極的にうまく日本に取り込んでいくべきものです。今回はアメリカの永住権を得られる投資ビザ制度と日本のあまりにも問題のある制度について合わせて紹介していきます。ブルームバーグの記事です。7億円のアメリカ永住権ゴールドカード。ゴールドカードは約7億4500万円を支払う投資家に対してアメリカでの居住権を付与し、市民権取得への道を開くプログラムだ。2週間以内に開始される見込みで、議会の承認を得る必要はないとトランプ氏は主張している。また、同プログラムを通じて得た資金を債務返済に充てることができると述べている。この日の閣議では、100万枚のゴールドカードを販売すれば、日本円で750兆円を集めることができるとトランプ氏は発言したが、移民問題の専門家は、同プログラムに参加できる金銭的な余裕のある個人の数は、はるかに少ないと指摘している。ゴールドカードの取得資格に関する審査基準については、現在も協議中だという。中国など、アメリカのライバル国に制限が設けられるのかと記者団の質問に対しては、制限は国籍に焦点を当てたものではないかもしれないが、参加可能な対象個人に関して、ルールは依然として存在すると指摘。アメリカを愛し、愛する能力のある人々を確保したいと語った。様々な国、投資家向けのビザといったものが用意されています。それぞれの国で決められた額の投資額があれば、その国に投資家ビザを持って住むことができるというものです。アメリカにおいては EB5 と呼ばれる投資家向けのビザがあり、1億円ちょっとの投資があればアメリカに住むことができ、そして更新作業を行えば順次アメリカに長く住むこともできるというわけです。今回トランプ大統領はそうした EB5 のビザについては廃止し、それにとって代わる形でゴールドカード制度を設けるとしました。500万ドル。日本円で7億4000万前後のお金を支払えば、アメリカでの居住権を与え、市民権取得への道も開けるというわけです。トランプ大統領は、世界中の富裕層がゴールドカードにお金を払えば、数百兆円のお金がアメリカ政府に入ってくるんだという話をしています。そのため、記者団からの質問では、ロシアのオリガルヒも買ってもいいのかといった話や、中国の富裕層や中国共産党の幹部たちも買ってもいいのかといった具合にして質問が飛びました。トランプ大統領はロシアのオリガルヒにもいい人はいるんだよという話をしたり、中国からの富裕層についてもある一定の水準の決まりはあるものの、アメリカを愛しているという最低限の項目さえ守れば、お金を出せばいいんじゃないというような話をしています。そのため、このゴールドカードの販売数として100万枚というものすごい数を打ち出してきたわけです。ただし、専門家によればこの100万枚売れるみたいな話は全くありえないことで、実際には桁数としては2桁少ないんじゃないといったような指摘などもあるようです。ただし、たとえ桁数が1個2個少なかったとしても、何兆円レベルでのお金が入る可能性があるといったことで、これは見逃せない額です。そしてトランプ大統領の狙いというのが2つあります。富裕層がゴールドカードを買ってアメリカの居住権を得れば、当然これらの人たちはそもそも富裕層ですから、アメリカに対して必ず大きなお金を落としていきます。そしてもう一つが、従来の投資家ビザであれば、アメリカ国内に投資することが求められていました。それをもとにして、あなたはしっかりと規定の額以上のお金をアメリカに落としているんだねといった形で居住を認めていたわけです。しかし、このゴールドカードの場合だと、もうまとまった額をアメリカ政府に払ってくださいねといった形にしていることから、政府の収入に直接お金が入ってくるわけです。つまり、従来は市場に対してお金を流していたものが、今度はダイレクトに政府にお金が入ってくることで、政府としても大きな財源の柱を得ることができるわけです。ですから、たとえ100万枚というのが大ボラ吹きであったとしても、実際にお金の流れとしてアメリカ政府に入ってくる額そのものが大きくなるのであれば、全然問題ないという考え方を示しているわけです。
このあたりはトランプ大統領がビジネスマン出身であることの感覚を生かした政策だと言えるでしょう。ただし、これによって岸田団が質問していたようなロシアのオリガルヒや中国共産党の幹部やその家族なども合法的にアメリカに対して出入国が簡単にできるような体制になってしまうというのは、これは政治的な問題として残るでしょう。一方、日本の投資家向けビザは、はっきり言って問題しかないと私は思っています。日本における投資ビザは経営管理ビザと言います。外国人が日本で貿易などの事業を行い、その管理に従事するための在留資格のこと、500万円以上の出資や事業所の確保などが求められる。在留できる期間は3ヶ月、または4ヶ月、6ヶ月、1年、3年、5年の種類があり、2023年には約1万9000人の中国人が取得している。最近では最初から1年の経営管理ビザを取得できることが多く、人気が高いという。このビザがあり、1年間きちんと事業さえ行えば、出入国は自由。一旦取得してしまえば、日本に1年間のうち何日間以上住まなければならないなどの条件はなく、取得後、すぐに中国に帰って仕事したり、第三国に移動したりするケースもよくあるという。留学生ビザやホワイトカラーが取得することが多い。技術、人文知識、国際業務ビザは日本で勉強したり、企業に勤務したりするための在留資格なので、当然日本に滞在し続けることが求められるが、経営管理ビザの場合はそういった縛りはない。また、家族も帯同できるので、一緒に取得することが多いが、日本の経営管理ビザで来日しているのに、子供はシンガポールのインターナショナルスクールに通い、妻もそれに付き添ってシンガポールへ行き、自分はアメリカで仕事をしているなどのケースもあるそうだ。縛りも緩いために、日本には1年のうち3ヶ月未満しか住んでいない隠れ移住者もいるそうだ。日本政府に滞在日数を調査されることはなく、更新の際のチェックもかなり緩いという。赤字にならない程度に事業を行っていれば、更新するのは比較的簡単で、日本に滞在できるし、中国に頻繁に戻ってもいい。だが、日本政府は管理体制を強化するどころか、今後、外国人が起業しやすい環境を作るため、経営管理ビザの要件を緩和する方針であるという。現在も緩いと言われている日本のビザがさらに取得しやすくなることで、外国人による社会問題が増える、あるいは社会問題に発展する可能性はないのだろうかと考えさせられる。アメリカで永住権が得られるゴールドカードを7億円以上で売り出そうとしているトランプ大統領と、一方において日本においては、更新が非常に緩く、実質的に更新でいつまでも日本にいられるような経営管理ビザが500万円以上の出資や事業所の確保といった非常に低い水準で制度が作られています。日本の場合だと外資をとにかく呼び込んで、それで日本でもっともっと事業をしてもらおう。そのためにはハードルなんかない方がいいよねぐらいな感じにしているわけですが、このようにハードルが低すぎることによって、実際には日本にいつでも出入国することができる、いわば裏口としての機能を果たしているような面があります。実際日本国内において様々な闇ビジネスといったものが横行しているのも、こうした出入りが非常に緩やかにしやすくなっている、その甘さ、緩さといったものが制度的に問題だと私は思っています。中国から多くの観光客は来るんだけれども、それらの人たちが移動する際には、日本の法人企業のタクシーを利用するのではなく、違法営業の白タクと呼ばれるものが中国人同士で利用されていたり、違法民泊なども横行しているといった問題なども忘れてはなりませんし、最近ではそうした海外からやってきた旅行客向けの違法性風俗店の経営などにも中国系の人たちがかなり関わっている問題も指摘されています。もちろんそれらは一つ一つは犯罪者の仕業ではあるものの、日本への出入りに関してやはり制限はきっちりとしておくべきものです。トランプ大統領のゴールドカードのように7億円というのは非常に高額ですが、少なくともきっちりと入出国を管理しようと思っている国々においては、1億円以上の投資条件を定めていたりする国も多く、安ければいいといったわけではありません。むしろ安くしている国は、そのぐらい安くしないと積極的な投資を呼び込むことができないような国が多く、
日本とはちょっと事情が違います。日本もゴールドカードの制度に見られるような日本国内に投資するといった話ではなく、はっきりと日本政府に対して何億円といったレベルでしっかりとお金を納めてもらい、それが大きな財源になるようなことを目論むといった方向の方が私は良いと思います。結局のところ、超富裕層といったようなレベルの人たちにおいては数が少なく、そしてその数が少ないなりにも一人一人のお金の使い方は金額が大きくなるわけですから、日本経済に対するプラスの面が大きくなります。人数ばかり多くてもそれらの人たちがみんな貧しいような状態で海外からどんどん入ってくるようなことになれば、それらの人たちが日本の中で社会問題を引き起こしてしまうといった確率はどんどんと上がってしまいます。実際、日本国内では従来では見られなかったような室外機が盗まれて金属買取業者に持ち込まれていたり、公共施設の鉄製品が根こそぎ奪われていって被害続出なんていう話などもニュースとしてはよく聞く話になってしまいました。少なくともこういった身近で起こっている事件については何億円レベルの出資をするような人たちにしてみれば絶対手をつけないような犯罪ですし、治安といった面でもどれだけの収入があるか、どれだけの資産があるかといったことを証明する手段として金銭的なハードルを高くするというのは私は見習うべき政策の一つだと思います。続いてアメリカではありませんが、海外の情勢も見ながら制度をもっと変えるべきだという話を一つ取り上げていきます。現在、1000円の出国税、3000から5000円への引き上げ検討、観光公害対策に使い道拡大へ、政府与党が出国税として1人1000円を徴収している国際観光旅客税の引き上げを検討していることが分かった。訪日外国人の急増に伴って各地で問題となっている観光公害、オーバーツーリズム対策などに税収を当てられるよう使い道を拡大する方針だ。自民党の部会で引き上げ幅や使途について意見集約を始めた。海外ではエジプトで約3750円、オーストラリアで約7000円など日本より高額であることを念頭に置き、税額を3000円や5000円に引き上げる案が浮上している。また、現在は税収の使い道が訪日遊客のプロモーションやリゾート地の整備といった国際観光振興に関する施策に限られている。オーバーツーリズム対策として観光地の交通機関の拡充や空港の整備などにも活用しやすくする。国際観光旅客税は2019年1月に導入された。日本から出発する航空機やクルーズ船などのチケット料金に上乗せして徴収している。訪日外国人だけでなく、日本人の出国者も対象だ。2023年度の税収は前年度比約3倍の399億円に達し、25年度は490億円を見込んでいる。観光庁によると、24年の訪日外国人数は3687万人、出国日本人数は1301万人だった。訪日外国人は今後も増加が見込まれ、政府は30年に訪日客数6000万人を目指す。一方で、受け入れ体制が追いついていない空港や観光地もあり、訪日外国人がさらに増えれば、オーバーツーリズムが深刻化する恐れもある。政府は、国際観光旅客税の引き上げで財源を増やし、目標達成に向けた環境整備に活用する考えだ。訪日観光客が増えることによって、それらの人たちが日本で様々な買い物や宿泊、移動などにお金を落とすことによって、日本に対してプラスの面があります。ところがこれまでは、観光客の人たちが日本中に均等に行くわけではありませんから、集中的にやってくる場所においては、地元の人が通勤通学のために公共交通機関がまともに使えなくなるなどの問題が発生したり、日常生活において知らない人がどんどん家の敷地に入ってきてしまうといった問題なども続発するなど、対策が後手後手になりがちになっています。観光地において公共のトイレが全く足りず、コンビニのトイレに人々が並んでしまったり、ゴミの回収が間に合わないがために、観光地でポイ捨てが日常的な風景になって、かえって美観を損なってしまうなど、対策さえすればなんとかなる問題も対策できていないのが現実です。そもそもこうした事態になっているのは、政府が追い求めたのは、観光客数という数を追い求めた、そこに大きな問題があります。現在の政府は少しずつそれを修正しつつはあるものの、明らかに修正が遅れています。量から質へと転換を求めるといったことを行おうと思えば、この出国税といった形ではなく、もっと入国税の方で来る段階から
しっかりとお金を取るべきです。この記事の中では他の国ではオーストラリアが7000円ぐらい取っているんだから、日本だって3000円や5000円を取ることも検討すべきだという話をしています。私はもっと上の額、それこそ1人1万円ぐらいのお金を取って、このオーバーツーリズムに対しての対策費用の財源とすべきだと思います。現在日本の通貨は過去に比べるとかなり弱くなっており、海外からやってきた人たちは日本の食べ物や宿泊、そういったものにお金を出す際に、これだけのものがこんなに安く手に入れられるのかというのがよくある話になってしまいました。しかしそこには安い国日本といった形でやってくる人たちもいるわけで、残念ながらそれらの人たちの中にはもともとマナーに対する考え方がなっていないような人たちも含まれることが多く、各地の観光地で問題行動を引き起こすといったこともあります。ですから入国税を新しく作って、それが1万円程度で、しかもそれが安いなと思っている人たちに対してのちょっとでも抑制策になるとすれば、お金は入るし、その入ったお金で観光地における公共交通機関の強化であるとか、公共のトイレやゴミの回収の費用に充てるであるとか、対策費用としてしっかりと整えることができれば、それこそ安さではなく満足度といったものを高めることによってリピーター客としての育成もできると私は思います。しかもこうした政策を行うときに日本人からお金を取って、その日本人の税金をもってして観光対策をしっかりとしようというのではなく、そもそも海外からやってくる人たちからのお金を元にして観光対策をするというのであれば、それは日本人にとっても一石二鳥とも言えるようなもので、こうした海外の政策をもっと日本も学んでうまく取り入れる、そういった政策といったものをもっともっと推進すべきだと私は思います。というわけで今回の動画は、前半ではトランプ大統領が投資家向けのゴールドカード制度といったものを作り、アメリカの市場に大金を投資するんじゃなくても、そもそも政府に対して大金を渡して富裕層の人たちがアメリカに来いといったような政策を打ち出しています。日本ももっとそうしたお金の流れといったものも根本から変えるような制度といったものをうまく取り入れるべきだと思います。それは観光政策についても同様で、とにかく人がいっぱいやってきて、それらの人たちがお金を使えば税収へと跳ね返ってくるといった考えではなく、もう最初から政府に対してお金が入る仕組みそのものを仕組んでおくといったようなしたたかさといったものも学ぶべき点だと思います。あなたは今回の話を聞かれてどのようなことを思われたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。